こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニックシリーズに出てくる面白い裏話をご紹介します。ソニックは30年以上続く長寿シリーズだから、その分面白い話がたくさんあるぜ。例えば初代ソニックのタイトルに隠された秘密や、超絶レアなソニックの姿。さらには、超貴重なソニックの兄弟の姿など、思わず人に話したくなる裏話が盛りだくさん。今回はこのような裏話をたくさん紹介していこうと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは早速行ってみよう。ソニックは日本で生まれたキャラクターですが、実は日本以上に海外、特にアメリカでの人気が凄まじいです。アメリカでのソニックは、日本でいうドラえもんくらいの知名度を誇っているらしいぜ。実際ゲームや映画の売り上げでも露骨に差が出ており、ソニックの売り上げの 95% は海外だそうです。2020年に公開されたソニック・ザ・ムービーの売り上げを見ても、その差は歴然ですね。ちなみに、全世界売り上げの約半分はアメリカです。アメリカの人気半端ねえ。日本で生まれたキャラクターが、世界中で愛されているのは嬉しいですよね。ですが一方で、ソニックは日本生まれにもかかわらず、なぜアメリカで人気が爆発したのでしょうか。その理由は、ソニック開発当時の、ある戦略にあります。このチャンネルでも何度か紹介しましたが、ソニックは任天堂のマリオに対抗すべく生み出されたキャラクターです。当時ゲーム業界で任天堂に遅れを取っていたセガは、自社の看板となるキャラクターとゲームを生み出そうとします。その結果生み出されたのが、1991年に発売された、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグです。青いハリネズミが高速で駆け回るゲーム性は主にアメリカで大受けし、今日まで続くソニックシリーズの礎を築きました。最初からアメリカで大ヒットしてたんだな。そういうことになりますね。ですが、この初代ソニック・ザ・ヘッジホッグがアメリカで大受けしたのは、実はセガの狙い通りだったのです。ソニックが生み出された1990年代、日本国内のゲーム市場は、任天堂のスーパーファミコン一強という状態でした。セガはメガドライブというゲーム機を引っ提げてスーパーファミコンに挑んでいましたが、その牙城は崩せなかった。そこでセガは、自社の命運をかけたソニックを生み出す際、ある大胆な戦略を考案しました。名付けて、全米大ヒット作戦。まずはソニックをアメリカで大ヒットさせ、その後全米で大ヒットという謳い文句を引っ提げて、日本市場に参入しようとしたのです。全米で大ヒットって言葉を取るためにアメリカに進出したのか。なんと無茶苦茶な。実際発売日を見てみても、アメリカの方が1ヶ月ほど早く発売されてたりしますね。もちろん、アメリカに狙いを定めた理由はそれだけじゃなくて、当時のアメリカが狙い目だったという事情もあります。当時のアメリカでも任天堂のスーパーファミコンは流行っていたのですが、遊んでいたのは主に小さな子供たち。若者や大人はほとんどゲームを遊んでいませんでした。そのためセガは、このアメリカの若者や大人を取り込むことができれば、任天堂にも勝てるかもしれないと考えたんですね。かくしてソニックのメインターゲットは、アメリカの10代の若者に絞られることになります。そしてソニックの開発陣は、アメリカの若者が何を好むのかを徹底的にリサーチ。その中で彼らが着目したのは、アメリカの若者が重視する、かっこいいという感覚です。当時のアメリカでは、西部劇や戦争もののヒーローのような、アウトローでかっこいいキャラクターが人気を博していました。そこで考えられたのが、スピーディーでかっこいいゲーム。メガドライブのスペックを最大限活かした超ハイスピードなアクションゲームを作ることで、アメリカの若者たちにかっこいいと思ってもらおうとしたのです。当時のアクションゲームは、マップや敵の動きに合わせてキャラクターを操作する正確性を楽しむゲームでしたが、ソニックはそこを大胆にアレンジし、荒っぽい操作でも楽しめる爽快感を売りにしたんですね。またソニックのデザインやキャラクター性も、王道のヒーローではなくちょっと生意気で尖った性格にすることで、アメリカで人気があったアウトローなヒーローを演出。このように、ソニックのゲーム性やキャラクター性を徹底的にアメリカの若者好みにしたことで、ソニックはアメリカで人気が爆発。その年のクリスマス商戦で、見事任天堂のスーパーファミコンに勝利を収めたのです。すごい、作戦大成功だぜ。あとは全米大ヒットという謳い文句を引っ提げて、日本でも大ヒットさせるだけだな。そう、ここまでは見事、セガの作戦が大成功。むしろできすぎていたほどでした。しかし残念なことに、この全米大ヒット作戦は、最後の最後でうまくいかなかったのです。アメリカから遅れること1ヶ月。全米で大ヒットという謳い文句を引っ提げて、ソニックが日本でも発売されます。ですが残念なことに、日本ではソニックがあまりヒットしなかったのです。ソニックをアメリカ人好みに寄せすぎてしまったがために、逆に日本人にはあまり刺さらなくなってしまったんですね。おうのう。全米で大ヒットだけじゃ厳しかったか。当時の日本ではそれこそドラえもんのような可愛げがあるキャラクターの方が人気でしたし、個人的には、ゲーム性もいまいち合わなかったのだと思っています。
ソニックのゲーム性は、敵や罠にぶつかってもリングというアイテムさえ持っていれば大丈夫という、いわば失敗が前提というコンセプトで作られていました。ですが日本人には、失敗は極力避けたいと思う人が多かったため、敵や罠にぶつかる失敗の方が気になって、ソニックの爽快感をあまり堪能できなかったという事情もありそうです。かくして、全米大ヒット作戦は半分成功、半分失敗のような結末になり、ソニックの人気はアメリカと日本で大きな差ができてしまいました。最初は順調だっただけに惜しい結末になったな。あと一歩でしたね。ですがアメリカには及ばないとはいえ、日本にもソニックのファンはたくさんいるので、ソニックの魅力が凄まじいことは疑いようのない事実だと思います。ソニックの制作陣も、これからは日本やアジアにももっと力を入れていくという旨の発言をしているので、ソニックのこれからに乞うご期待です。どんなに強いヒーローにも、何か一つくらいは弱点があるもの。ソニックもその例外ではありません。ソニックの唯一の弱点。それは、泳げないこと。ソニックは地上では自慢のスピードを活かして圧倒的な強さを見せつけますが、実は金槌なんです。水中に長く居すぎると溺れてしまいますし、マリオ&ソニックで水泳競技に参戦した際は、一人だけライフジャケットを着用していました。うまく泳げないソニックめちゃくちゃ可愛い。ちなみにこれは後から出てきた設定ではなく、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの頃から決められていたものです。では一体なぜソニックは、泳げないキャラクターになったのでしょうか。実はこの理由は、当時のスタッフの勘違いによるものでした。ソニックはハリネズミをモチーフにしたキャラクターですが、当時のスタッフがハリネズミは泳げないと思い込んでいたため、ソニックも泳げないキャラクターになったそうです。まさかの勘違い。じゃあ本物のハリネズミは泳げるってことか？泳げるには泳げるそうですが、一方で疲れやすくもあるため、泳ぎが得意というわけではないようですね。安易に水に入れるのは避けた方がいいそうです。ソニックが金槌なのも、完全に間違いってわけではないんだな。にしてもソニックは泳げなさすぎだけど。ちなみに、スタッフの勘違いから生まれた設定は他にもあります。例えば初代ソニック・ザ・ヘッジホッグでは、キャラクターや背景の色に原色が多く使われています。これは当時のスタッフが、アメリカ人ははっきりした色味が好きだろうと思っていたためなのですが、これもスタッフの勘違い。むしろアメリカでは、淡い色や落ち着いた色が好きな人が多いようです。麻薬。当時はまだネットも発達していなかったでしょうから、正しい情報を得るのも一苦労だったのでしょうね。初の海外進出がいかに難しかったかがわかる裏話です。2017年に発売された 2D ソニック作品、ソニックマニア。このゲームは少し特殊なゲームで、登場するステージのほとんどが、ソニック初期作品に登場したステージをアレンジしたものになっていました。いわば、公式が作ったファンメイド作品のようなゲームですね。このソニックマニアはすごく評判が良くて、当時くすぶっていたソニック人気に再び火をつけてくれたぜ。最近のソニックの盛り上がりは、このソニックマニアがきっかけだったと言っても過言ではないですね。完全に古参ファンに向けたゲームだったので売上数はそこそこでしたが、メタクリティックのスコアなどはめちゃくちゃ高いです。そんなソニックマニアのスタッフを見てみると、主任開発者として、クリスチャン・ホワイトヘッドさんという方の名前があります。このホワイトヘッドさんなんですが、実はあるとんでもないことを成し遂げて、ソニックファンの間では伝説になっている人なんです。彼はもともとオーストラリアでフリーのアニメーターとして活躍していたのですが、昔からゲームが大好きだったこともあり、趣味で自作のゲームを作っていました。中でも特にソニックが大好きだったため、レトロエンジンという独自のゲームエンジンを開発し、それを使ってレトロソニックというファンゲームを開発していたこともあります。そんなある時、ホワイトヘッドさんは iPhone 向けにソニックが移植されることを知りました。しかしいざ iPhone 版ソニックが発売されてみると、それは本当にただの移植版。iPhone ならではの操作感や追加要素といった、新たな試みはほとんど実装されていませんでした。その移植版を見て、もっといいものが作れると思ったホワイトヘッドさんは、なんと自らが作ったレトロエンジンを使用して、ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD の iPhone 版を作り上げてしまいます。そのクオリティは凄まじく、とても一ファンが作ったとは思えない代物でした。iPhone でも違和感なく操作できるよう改良されながらも、ステージの細かなところまでしっかり再現された素晴らしい完成度。でも動画を YouTube に投稿した際は、往年のソニックファンたちから称賛の声が相次ぎました。そしてホワイトヘッドさんは、出来上がったゲームを引っ提げて、セガに売り込みを開始します。ちなみに当初セガは、ソースコードも渡していない若者があまりに見事な移植版を持ってきたことで、心底ビビっていたそうです。そりゃ急にこんなことされたら誰でもビビるわな。どうやってソニックを作ったんだという問いに対するホワイトヘッドさんの答えは、ただソニックがどう動くか研究しただけさ、というもの。かっこいい。かくしてセガは、ホワイトヘッドさんの高い技術力を認め、正式にソニック CD の移植版を作ることを依頼します。そしてそれから2年後、ホワイトヘッドさんが作ったソニック CD が、セガから公式に発売されることになったのです。つまりこのクリスチャン・ホワイトヘッドさんという方は、ソニック好きが高じて自らソニックの移植版を作ってしまい、さらにはそれをセガの公式作品として発売させてしまった、とてつもない方なんですね。ほんととんでもないファンがいたもんだな。
ちなみにこのソニック CD の移植版は大好評で、ホワイトヘッドさんは引き続き、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグとソニック・ザ・ヘッジホッグ2の移植も担当。そして2017年、ついにソニックの新作ゲーム、ソニックマニアの主任開発者に抜擢されることとなったのです。最初にこのソニックマニアは、公式が作ったファンメイド作品だと説明しましたが、もっと正確に言うならば、ソニックファンが公式に入って作ったファンメイド作品、なんですね。大のソニックファンが作ったゲームだから、ファンが求めるものをドンピシャで作ることができたんだな。にしてもよくセガも、一ファンが作ったゲームを受け入れたもんだぜ。ソニックファンの凄まじいパワー、そしてそれを受け入れたセガの企業の良さがわかる裏話です。初代ソニックのタイトル画面。この画面は有名なので、見覚えがある人も多いのではないでしょうか。初代ソニックのファーストステージ、グリーンヒルをバックに、ソニックとゲームタイトルがデカデカと表示されています。これ見ると、ソニックが始まったって思うよな。ところで、この中央のロゴをよく見てみると、左右に翼のようなものがついているのがわかるかと思います。ソニックといえば超ハイスピードで駆け回るゲームですが、あくまでソニックが走るのは地上で、空はあまり関係ないですよね。にもかかわらず、なぜタイトルロゴに翼がついているのか。実はその理由には、ソニック初期に存在した、ある幻の設定が関係しているのです。初代ソニックの開発当時、開発スタッフたちは、ソニックの物語がどのように生まれたのかを説明するために、ある設定を考案しました。その設定とは、実はソニックは、飛行機に描かれていたノーズアートのキャラクターだというもの。そして、ソニックが描かれた飛行機に乗っていたパイロットの妻が童話作家であり、彼女が自分の娘のために書いたおとぎ話。それが、初代ソニックの物語だという設定です。そしてこのタイトル画面のロゴは、そのパイロットが好んで使っていた、エンブレムなのだそう。パイロットのエンブレムだったから、左右に翼がついてるんだな。ちなみにこの設定は、しっかりとした物語調で作られています。20世紀半ばに活躍した童話作家、マリー・グラネット。彼女の夫が空軍のテストパイロットだったことは、あまり知られていない。いつもヘルメットをかぶって仕事をしていた彼の髪の毛は、とんがっていた。それを見てマリーは、ハリネズミさんみたいねとからかっていたという。二人の間には、一人娘のシェリーがいた。しかし、彼は娘が生まれてからも地上にいることはあまりなく、シェリーは父親と会う機会に恵まれなかった。そこでマリーは、寂しがる娘に童話を話して聞かせた。音よりも速く走り回るハリネズミ、ソニックの話である。童話の世界は、時の流れとともにどんどん広がっていった。不思議な世界での冒険、秘境のジャングル、荒れ狂う大海原。ソニックの冒険はとどまるところを知らなかった。悪い奴らがいると、ソニックは自慢の足で大急ぎでやってきて、みんなを助けてくれるのだ。正義と知恵と勇気を持ったハリネズミは、寂しがり屋のシェリーを少なからず元気づけた。シェリーのお気に入りは、ソニックとガールフレンドの恋のお話だった。なぜなら、このお話を語る時の母親は、一段と美しく感じられたからである。後にシェリーは、それが実話であったことに気がついた。めちゃくちゃいい話じゃないか。ただの設定にしておくには惜しいくらいいい話ですよね。ハリネズミのような頭のパイロットと、そんな彼を心から愛していた童話作家の話。この初代ソニックのタイトル画面には、そんな感動的な設定が隠されていたのです。ゲーム界の王者は誰か。もちろんソニックと言いたいところですが、実際はおそらく違うでしょう。ゲーム界の王者と聞いて思い浮かぶのは、おそらく任天堂の看板キャラ、マリオだと思われます。マリオの映画が公開された時は世界中が熱狂してたし、これは多分間違いないだろうな。またもう少し範囲を広げて、エンタメ界の王者は誰でしょう。これはマリオほど圧倒的な王者はいないかもしれませんが、世界中で大人気のあのキャラクター、ミッキーマウスが思い浮かんだ人が多いのではないでしょうか。マリオとミッキー。今の状況では正直、ソニックとは比べ物にならないほどの大人気キャラクターです。この二人には間違いなく王者の風格があるぜ。ですがなんと、このゲーム界とエンタメ界の王者に対し、ソニックが人気投票で勝利したことがあるのです。1992年、アメリカで実施された Q スコアという人気調査で、ソニックがなんと3位に輝きます。この時マリオとミッキーが何位だったのかはわかりませんが、1位と2位を見てみると、1位がハリウッドスター、2位がスポーツ選手とのこと。ということはつまり、キャラクターの中ではソニックが1位だったということになるのです。すごい、あの絶対王者たちに勝ったのか。しかもマリオに対しては、2008年にイギリスの新聞で実施された好きなゲームキャラクターアンケートでも、見事勝利を収めています。なおこの時のソニックの順位は、なんと栄えある1位。このランキングにはマリオの他に、ゼルダの伝説のリンクやポケモンのピカチュウなども入っていたのですが、彼らを抑えて堂々のトップに輝いたのです。これもとんでもないようだぜ。もちろんこれらのアンケートは調査範囲が限定的ですし、今同じアンケートをやったら違う結果になる可能性も十分あります。ですが、たとえ一時的なものだったとしても、マリオやミッキーに勝てるキャラクターがどれほどいるでしょうか。やはりソニックというキャラクターには、とてつもないポテンシャルが秘められている。そんなことを感じずにはいられない裏話です。
せっかくなので、ソニックの異名をもう一つご紹介しましょう。実はソニックは、ゲームやエンタメの世界にとどまらず、科学の世界にも進出したことがあるのです。1993年、欧州の生物学者が新しい遺伝子を発見したのですが、なんとその遺伝子が、ソニックヘッジホッグ遺伝子と名付けられました。これは愛称などではなく、れっきとした正式名称です。このような名前になった理由は、その遺伝子の見た目がソニックのトゲに似ていたこと。そして発見した生物学者が、ソニックの大ファンだったからだそうです。学問の世界にも進出してるんだな。また、2023年に欧州宇宙機関が打ち上げた衛星探査機、ジュースにも、ソニックが関わっています。ジュースには全部で10個の観測装置が搭載されているのですが、そのうちの一つを担当したチームのチームロゴには、なんとソニックの姿が。その観測装置は日本と欧州の研究チームの合作なのですが、欧州側からソニックをチームロゴに使いたいという要望があり、このデザインが作られたそうです。なんでも、ソニックは宇宙をも舞台に活躍する音速のヒーローであることから、ソニックを使いたいという要望が上がってきたとのこと。確かによく宇宙に行ってるもんな。ソニックは科学の世界でも、勇気をもらえるかっこいいヒーローなんですね。1994年に発売した、ソニック・ザ・ヘッジホッグ3。このゲームはソニック初期の集大成であり、またシリーズ主要キャラであるナックルズが初登場したゲームです。このゲームは前後編の分作で展開されており、前半がソニック・ザ・ヘッジホッグ3。後半は、同じく1994年に発売した、ソニック&ナックルズというゲームで描かれていました。ところがこれら2本のゲームは、実はもともと1本のゲームになる予定でした。それがスケジュールの関係で、急遽分作ということになってしまったんですね。そしてそのことを申し訳なく思った当時の開発陣は、後から発売したソニック&ナックルズの方に、お詫びも兼ねてある特殊な機能を搭載しました。その名も、ロックオンシステム。ソニック&ナックルズのカートリッジは、他のゲームとは違った形をしています。実はこの上部パーツは開閉式になっていて、そこに他のメガドライブのソフトを差し込めるようになっていたんです。そしてここにソニック3のソフトを差し込むことで、ソニック3とソニック&ナックルズが連続して遊べるようになっていたんですね。さらにただ連続で遊べるだけじゃなくて、この状態でしか登場しない追加要素などもありました。例えば、ソニックの進化系であるスーパーソニックがさらに進化した姿、ハイパーソニックが登場したりしましたね。ちなみにこの状態のゲームのことは、ソニック3&ナックルズと呼ばれたりもしています。最近の移植版では、最初からこのソニック3&ナックルズの状態になってるぜ。またこのロックオンシステムには、さらに驚きの機能も搭載されていました。なんとソニック3の代わりにソニック2を差し込むと、ソニック2をナックルズで遊べるようになっていたのです。さらにソニック1を差し込むと、ソニック3のミニゲーム、ブルースフィアが遊べるようになっていました。ちなみに、この時遊べるブルースフィアのステージ数は、なんと2億個以上あるそうです。2億。さらに、ソニック以外のソフトを差し込んだ場合も、ブルースフィアが1ステージ遊べるようになっていました。実際にやってみたことはないのですが、差し込むソフトによって違うステージが遊べたみたいですね。ソニック以外でもいいとか太っ腹だな。てかボリュームありすぎだろ。お詫びの域を超えている。ちなみにこのロックオンシステムについては、過去動画でもっと詳しく解説していますので、気になる方はこちらも見てみてください。ソニックの最後の切り札、スーパーソニック。カオスエメラルドの力を借りてソニックが進化した姿であり、その体は黄金に輝いています。さらに自慢のスピードも音速から高速へと進化しており、敵の攻撃も一切受け付けない、まさに最強と呼ぶにふさわしい姿ですね。スーパーソニックへの変身シーンは、どれも胸が高鳴る激アツシーンだぜ。そんなスーパーソニックですが、実は、悪のスーパーソニックなるものが存在することをご存知でしょうか。悪のスーパーソニックが登場したのは、イギリスのフリートウェイエディションズという出版社で連載されていた、ソニック・ザ・コミックでのこと。コミックスの7巻で、ソニックはテイルスと共に、オイルオーシャンを訪れます。するとそこにシードラという敵キャラが現れ、ソニックを油の海に沈めて火をつけました。シードラの殺意高すぎ。ソニックは絶体絶命のピンチに陥りますが、その時ソニックの体が金色に輝き、スーパーソニックに変身。炎の海から奇跡の生還を果たします。しかし、そのスーパーソニックの姿は、我々が知っている姿とは少し違っていました。目は赤い渦巻きのようになっており、口元には鋭い牙が覗いています。その恐ろしい姿でソニックは、自分を焼き殺そうとしたシードラを瞬殺。そしてそのまま、テイルスたちにまで襲いかかってしまうのです。この時のソニックは、完全に暴走状態に陥っていたんですね。その後ソニックは、テイルスによって落ち着きを取り戻して元の姿に戻りますが、これ以降極度のストレスや怒りを感じると、この悪のスーパーソニックに変身して暴走するようになってしまうのです。見た目があまりに怖すぎるな。いつものスーパーソニックと全然違う。ゲームのスーパーソニックに慣れている身からすると、この恐ろしい姿はショックですよね。ですがこの悪のスーパーソニックも、海外ではかなり人気が出たキャラクターです。
ゲーム版と区別するためにフリートウェイスーパーソニック、もしくはフリートウェイソニックと呼ばれることもありますが、ネットで検索をかけると大量のファンアートが出てきますね。以前紹介したアシュラ・ザ・ヘッジホップの時もそうでしたが、当時の海外では悪のソニックが人気だったみたいですね。当時はまだ、シャドウみたいなポジションのキャラがいなかったからかもしれないな。ちなみに、2023年に配信されたソニックフロンティアの DLC 第3弾。そのラスボス戦で登場するこちらのソニックの姿が、実はフリートウェイソニックのオマージュなのではないかという噂もあります。確かに目の渦巻きとか、牙が似てる気もするぜ。こちらの真偽は定かではないですが、もし本当なら嬉しいファンサービスですね。ソニックはゲームだけでなく、アニメの世界でも大活躍しています。日本だと、2003年頃に放映していたソニック X が有名だよな。最近だとネットフリックスで、ソニックプライムというアニメも公開されていますね。また海外では、ソニックが出始めた1990年代から、もっと色々なアニメが放映されています。そんな中で今回紹介したいのは、1999年に欧米で放映された、ソニックアンダーグラウンド。このアニメシリーズには、なんとソニックの家族が登場するんです。今作の中ではソニックは王族で、母親であるアリーナ王女が治める、モビアスという星で暮らしています。さらにソニックは3人兄弟の長男で、マニック・ザ・ヘッジホップという弟と、ソニア・ザ・ヘッジホップという妹がいるんですね。3人ともめちゃくちゃ可愛い。ですが今作のストーリーは、なかなかにヘビーです。ある日、アリーナ王女が治める惑星モビアスが、ドクター・ロボトミックによって支配されてしまいました。その時、ある預言者が、アリーナ女王に予言をします。アリーナ女王とその子供たち、ソニック、マニック、ソニアが団結して、ロボトミックによるモビアスの支配を打破するだろう。しかしそのためには、子供たちはみんな、別々の場所で育たなければならない。この預言者の言葉に従い、アリーナ女王は泣く泣く自分の子供たちを別々の場所に託し、自らも姿を隠すのです。こうして子供たちはバラバラの環境で育てられましたが、それから数年後、予言の実現のために集結して母を探しに出発します。そして、ロボトニックとの戦いの日々に身を投じていくことになるんですね。なんて過酷な運命なんだ。中でも最も悲惨だったのは、弟のマニックです。預言者の言葉に従って、アリーナ王女がマニックを人に預けに行った際、なんとマニックが入ったカゴが泥棒に盗まれてしまいます。そしてそのままマニックは、泥棒集団の頭をしていたフェレルという人物の元に預けられ、泥棒として生きていくことを余儀なくされたのです。なんだそれ、辛すぎる。不幸中の幸いだったのは、フェレルは泥棒だったとはいえ、マニックのことは大切に育ててくれたことでしょうか。それもあってマニックは、泥棒する際は自分より裕福な人からしか盗まないといった、自分なりの筋は通す男になりました。また機械の扱いに長けているという一面もあり、コンピューターのハッキングもお手の物。この盗みの技術と機械の扱いを武器に、マニックはソニックたちの手助けをしているんですね。一方で妹のソニアの方は、マニックとは打って変わって、とても裕福な家庭で育てられました。そのため髪や服装にはいつも気を使っており、少々わがままな面も目立ちます。ですが基本的には優しい性格で、困っている人がいたら迷わず手を差し伸べるようなキャラクターですね。またソニアは兄弟の中で一番の力持ちで、武術にも長けています。さらに乗り物の操縦も得意で、バイクの腕はプロ並みですね。ソニアめちゃくちゃかっこいいな。ちなみにソニックはというと、至極一般的な家庭で育てられました。ソニックが一番地味。このアニメはゲームシリーズの話とは完全に別物ですが、それでもソニックの家族が登場した、大変貴重な作品になっていますね。日本語版がないので見るハードルは高いですが、興味がある方はぜひ一度見てみてください。以上、ソニックシリーズの面白い裏話でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。